今日なんですけれども、以前自作した手裏剣、これを使って遊んでみようかなと思います。で、なぜ今またこれをやるかと言いますと、ちょっとまた手裏剣をいくつか作る予定があります。なので、重心の確認を込めて今日はこの辺りをちょっと集中して打って、いろんなバランスとかそういったものを確認したいなと考えています。何度かご紹介をしているとは思うんですけれども、今日使う手裏剣の一つ、自分で削ったものですね。自分で削って巻物を巻いたもの、これとこれはほぼ同じものを目指して、ちょっと長さは違いますが同じものを目指して作った。やっぱり自分で作るんで太さが曖昧なんですが、この3本の中で実はこの1本だけが、これだけ見てもわからないと思うんですけど、ものすごく前重心なんです。この辺かな、バランスがこの辺りにあります。バランスがこれね、巻物してここにバランスがあるってどういうことだろうって違和感ある人いらっしゃると思います。つまりこういうことなんです。かなり大きく後ろを削りました。ものすごくお尻が細くなってます。なのでこの細さ、このバランスなんですけれども、かなり極端な前重心になってます。この辺りは出来上がりでほぼ中央ぐらいの重心でしょうかね。この辺りがバランスポイント、重心です。これもこの辺かな。ほぼ出来上がりで中心ぐらい、いや中心とは言わないんですけれども、それぐらいを目指して作ってますが、これだけは巻き上がった後でも露骨に前重心になってます。それと比較してこれも先の方が少し太くなるように削ってあります。元はね、これに近い形かな。結構後ろ側を大きく削ってます。この1本は内刃物の職人に作ってもらったもの。内刃物、ナイフとかそれから包丁、そういったものを作る職人の方がいて、ものすごくいい作品作る方なんですけれども、無理を言って1本だけ手裏剣を作ってもらいました。でスウェーデン鋼か何かを使ってもらったので、ものすごく硬くていい手裏剣なんですが、作るのがめんどくさいと。要はこの先だけちょっと太くなっているこの形状、これで作るのが非常にめんどくさいということで1本作ったんですが、量産ができなくなってしまった。これはそれを模して作ったものに巻物を巻いたものです。これとあと今日これも使いましょうか。六角形の手裏剣、六角形の私が好んでよく使う手裏剣に巻物を巻いたもので、ちょっと重心というかいじってあります。ちょっとこれは、大量にこの手裏剣を作った時に後ろの方が曲がってしまったものがあったんですね。お尻がぐっと曲がってた。なのでその部分を大きく削って、でバランスを調整しながら糸を巻いて再利用したものです。大量に作るとどうしても数本はそういうのがあるんですけれども、一応引き取って自分自身がこういうふうに楽しみのために使ってますが、これが意外と実は性能が良くて、近い距離から遠い距離、もうそれこそね 4,5 件楽に届いてくれる
その分ちょっとね不格好なんですけれども、そんな 4,5 件楽に届いてくれる手裏剣ですね。近間から遠い距離まで対応してしまう、この辺りを使って今日は遊んでいこうと思います。この手裏剣において重心というのは非常に重要なものだと思ってます。例えばこの露骨に前重心のもの、これだと普通に打つとやはり切っ先が落ちてしまうんですね。試しにちょっと実験してみましょう。普通の重心の手裏剣を打ちます。同じ感覚で強烈に前重心の手裏剣を打ちます。剣尾を押さえてないのでちょっと私が思った以上に極端な結果が出てしまったんですけれども、こういうことですね。もうこれ回転してます。これ以上回転すると刺さらないギリギリのところです。これぐらい空中での姿勢に違いがあります。なのでこういう前重心のものは少し打ち方も違ってきます。というか変えないといけない。それでもねちょっと変な話なんですけど、自分で削ったものってなんとなく持った瞬間に分かるんですよね。この辺で打とうかなとか。なるべく同じようなところに同じように刺さるのが理想です。でもこれはやりすぎ。これやると手裏剣が傷ついちゃうのでちょっとバラします。バラすでこの重心って面白いもので、手裏剣を持つ場合ほとんどの人が重心よりも先に指が来るんですよね。例えばこの手裏剣の重心がこの辺りにあったとします。この辺りにあるんですが、このように重心がここ左手で示しているところでも実際はこの辺を持つわけですよね。この重心に指を置くわけじゃない。これがね一つちょっと面白いところなんですよね。実際に重心に指を置く流派もあります。ご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、そういう流派ももちろんありますが、ほとんどの手裏剣は重心よりも先を持つ。で手裏剣の打ち方として少し手の中を滑ります。滑る方が多い。そうすると重心までの距離がやはりその手裏剣によって違ってくる。その重心までの距離が違うせいなのか、それともその手裏剣の重心がどこにあるかによって飛び方が違うのか、この因果関係がいまいちわからないまま、私も含めてこう手裏剣のことをいろいろと模索しながら練習する方がほとんどなんじゃないかなと思います。ちょうどねクロスしたみたいな当たり方になってます。このように当たってます。ちなみに重心に指を置いて打つっていう打ち方なんですけれども、それをやるにはこの辺りの手裏剣だと少し小型なんですよね。あれをやるには少なくとも22、3センチは必要かな。それ以上長い、推奨されているのが28か9、それぐらいの長い手裏剣を推奨しているところなんですけれども、重心に指を置いたところで打てなくはないんですよ。かなりサクッと刺さります。この打ち方もね実は私嫌いではないんですけれども、たまにねどうしようもない時とかこれで打ったりもするんですけど、結構ね文字通り投げるみたいな打ち方になるのかな。
ちょうどこうムチみたいに飛んでいくんですけどね。あとはまあそこの打ち方だとちょっと押し投げになるんですけどね。重心に指を置いて、まあこれ見よう見まねです。ただね、結構面白いんですよね、この刺さり方というか。結構正確に打てるんです。打てるっていうかね、もうそこはね、投げるをもう投げるでいいっていうふうにこう割り切ってましたね。これぐらい正確になってます。手裏剣術というのが流派によっても違うし、流派の使う手裏剣によっても違う。だから流派が先か手裏剣が先かみたいなところもある意味であります。ですが、まあどんなものでも使えるようになっておいた方が面白いかとは思いますので、まあ特定なここはこうだからこうしなさいではなくて、こういうところもありますよみたいな形で私は話をします。まあ、それぞれいろんな考え方あります。その重心に指を置くっていう先ほどのような打ち方もありだとは思いますし、ただ不思議なのが、手裏剣の場合は重心よりも先を持つ。でもこれがね、ちょっと今日持ってきてないんですけど、ナイフとかの場合だとあれ違うんですよね。重心がある、ちょっと極端な話ですけど、ナイフにこれを見立てた時に重心よりも浅いところとかを平気で持つんですよ。で、半回転とか、それからフルスピン、要は1回転させてしまう、そういう打ち方で打つのかなと思ったら、そのまま、いわゆるノースピン、直打法直打法と同じ打ち方をしてしまう、そういうところもあります。なので割とね、この重心をどこに持つかっていうのは大きな問題ではないのかもしれない。要はその重心より浅く持っても深く持っても同じ結果で打てるというか、まあ実際にそういうふうに打ってる。まあね、もしかしたらその滑走を使う使わないもあるし、いろんな方法があるんですけれども、要は違うアプローチをしても同じ結果が出てしまう、まあ、出す方法があるって言えばいいんでしょうかね。それは非常に興味深いことだと私は思ってます。だから方法は一つじゃない、要はルートは一つじゃないっていうことなのかもしれませんですけれどもね。今度この打ち方とかそういうのに関しては、これが絶対にダメだっていう方法はないんじゃないかな。ないとは言わない。例えば手裏剣で野球投げをやってはいけませんと、刺さらないから野球投げはしてはいけませんって言われますが、野球投げのようなフォームだって刺さります。結構これピッチングっぽいような打ち方ですが刺さります。その偶然ではなくて必然性を持って刺すことができる。もちろんコントロール、威力ともに決して悪くはない。ピッチングを推奨してるわけじゃないですよ。決して違います。ただ、まあ、今の手の使い方とかもあれはあれで実は面白いものなので、まあ、今日はちょっと重心考えるということで、まあ、重心って言いながらこの打ち方ですよね。結果的にそこになるんですけれども、でもやっぱりこの重心って面白いですよ。
ちゃんと捉えて打つことができると手裏剣が非常に安定します。というわけで今日は自作の剣、これを使って遊んでみました。自分で作ったものなんか重心違いますけれどもね、それでもなんとなくここは重心だなっていうのを指先で探ったりだとか持った時の感覚とかでなんとなくこの辺が重心かなと感じる。でその重心をうまく捉えて打つことができると手裏剣はぐっと安定してくると思います。よかったらね、そんなこの中の重心どこかなってちょっと考えて、そこをしっかりと捉えて打つ、そんな練習をしてみると実は手裏剣って急に安定してきたりすることがあります。よかったら試してみてください。こんな形でいろいろ遊んでいますので、もし何か興味のあるようなことがありましたら気軽にコメント欄に書き込んでみてください。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。とりあえずは